日本の北関東で起きた未だ未解決の少女誘拐事件を知っていますか？今から遡ること約24年前の1996年7月7日、日本の群馬県の南に位置する太田市で日本中が恐怖に震えた事件が起こるんです。この日、横山康夫さん、光子さん夫妻は当時4歳の長女ゆかりちゃんと当時7ヶ月の次女を連れて太田市の国道沿いにあるパチンコ店パチトピアを訪れたんです。両親がパチンコをしている間、娘のゆかりちゃんは店内をうろうろ散策したり、両親のいるパチンコ台の方に来たりして遊んでいたんです。しかし親が目を離したわずか10分間の間にゆかりちゃんが突如姿を消してしまったんです。それから24年、現在も横山ゆかりちゃんは行方不明のまま見つかっていないんです。しかしこの事件は通常の未解決事件と異なる点があるんです。なんとこの未解決事件、犯人が分かっているんです。24年前に起こった横山ゆかりちゃん誘拐事件、犯人が分かっているにもかかわらずなぜ逮捕されていないのか。この事件には日本の正義の裏に潜む深い闇があったんです。はい、どうも視聴者さんからの手紙全部読んでます、けんちゃんです。私も読んでます、やみかです。今回の事件なんですけれども、犯人がね、じゃあ分かってんだったら、もう逮捕すればええやんって、普通逮捕されるもんじゃない。どういうこと？これ意味わかんない。まずはね、そんなね疑問もあるんですが、24年前にね誘拐されたゆかりちゃんは一体どのようにして誘拐されてしまったのかっていうのを紐解いていきましょう。誘拐事件の発覚。1996年7月7日、パチンコ店パチトピアを訪れた横山さん親子は、次女を背負った母光子さんと父康夫さんがそれぞれ一列違いのパチンコ台について遊戯を開始したんです。しばらくすると店内で遊んでいた長女のゆかりちゃんが光子さんのところにやってきて、おじいちゃんがいるよと光子さんに話しかけます。しかしこの時のゆかりちゃんの声は店内に鳴り響く電子音にかき消され、光子さんはよく聞き取れなかったと言います。しかしおじちゃんという言葉だけ理解できた光子さんは、ゆかりちゃんにちゃんと座っててね、ついてっちゃダメよと伝えたんです。そしてゆかりちゃんが椅子に戻る様子を確認した光子さんが一瞬目を離して視線を戻すと、ゆかりちゃんの姿が消えていたんです。それに気づいた光子さんは、ゆかりちゃんが座っていたはずの長椅子に急いで駆け寄ります。しかしそこにはゆかりちゃんが食べていたはずのジュースと食べかけのおにぎりだけが残されており、周辺を見渡してもゆかりちゃんはいなかったんです。ゆかりがいない。光子さんが父康夫さんに伝えると、2人は慌てて外へ飛び出します。2人は駐車場、国道などを必死に探し回ったんですが、ゆかりちゃんを見つけることはついにできなかったんです。そして夫婦は警察署に子供がさらわれたと通報することにしました。それから2日、ゆかりちゃんが帰ってくることはなかったんです。そこから警察は機動隊員70名を動員して大規模な捜索を開始。懸命な捜査を続ける中で、ある重要な手がかりを発見したんです。それが犯人らしき男の映像。男は身長158センチ前後、夏にもかかわらず肩の部分にラインが入った黒いジャンパーを羽織っており、袖を絞ったニッカーポッカ風のズーボン、帽子とサングラスを身につけて、顔がはっきりと見えなかったことが特徴だったんです。めちゃくちゃ怪しいわね。そうなんですよ。皆さんね、なんでこの男が犯人だと推測されたと思いますか？ちょっとコメント欄で予想を書いてみてください。それは彼の行動だったんです。男は入店するなり台には目もくれず、目立たない場所にあるトイレへと向かいます。そしてトイレから出てきた男は再び台を見ることはなく、今度はゆかりちゃんのすぐそばに座ったんです。やがて男はゆかりちゃんに話しかけるような素振りを見せ、右手で3回店内の外を指さしている様子が防犯カメラの映像で確認されているんです。いやいやいや、もうこれ完全に犯人じゃない、この人。話しかけられたゆかりちゃんはワンピースの裾を手で持ってヒラヒラさせていたといいます。実はこの裾を手で持ってヒラヒラさせるという行動にはある意味が隠されているんです。それが動揺。この行動は子供が何かに困ったり迷ったりする時などにする仕草なんです。その後、男はゆかりちゃんと話をしてすぐに店を後にします。そして男が店を出た直後、ゆかりちゃんも自ら男を追っていったんです。しかし店の出入り口付近はカメラの死角となっており、その後のゆかりちゃんの行動はわからなかったんです。それから有力な情報を得ることはできず、この事件は10年以上も沈黙が続くこととなったんです。しかし事件発生から11年後の2007年、ある男の登場でこの事件が急激に進展することになるんです。このある男の登場によって急展開を見せるゆかりちゃん事件なんですが、その裏側には別物だと思われていた4つの事件が深く入り組んでいたんです。重なる5つの事件。
事件発生から約11年後の2007年、驚きの事実が判明します。なんと、ゆかりちゃんの誘拐以外にも事件現場近隣で酷似する事件が発生していたんです。そして、その事実にたどり着いたのがこの男、当時テレビの報道番組を担当していたジャーナリスト、清水清。2007年、清水さんはテレビ番組で未解決事件を担当することになり、ゆかりちゃんの誘拐事件に関して調べ始めることにしたんです。清水さんが事件について調べていると、ある衝撃の事実にたどり着いたんです。それが、松田真美ちゃん殺害事件。この事件は通称足利事件といい、1990年ゆかりちゃんの事件が発生した場所からほど近い栃木県足利市で発生した事件なんです。当時4歳だった松田真美ちゃんは父親がパチンコをしている間にパチンコ店の駐車場から突如行方不明になり、翌朝近くの渡良瀬川の河川敷で遺体が発見されたという事件の内容だったんです。おー、結構似てるわねこの事件ね。また清水さんはこの事件だけではなく、1979年栃木県足利市で発生した福島真弥ちゃん殺害事件、また1984年同じく栃木県足利市で発生した長谷部優美ちゃん殺害事件、そして1987年群馬県小島町で発生した大沢智子ちゃん殺害事件、この3つの事件にもたどり着いたんです。実はこの合計4つの事件とゆかりちゃんの事件には多くの共通点があったんです。1つ目の共通点は被害者の年齢と性別。この5つの事件で被害に遭ったのはいずれも4歳から8歳までの女の子。そして2つ目の共通点が曜日なんです。すべての事件が発生していたのは金曜日、土曜日、日曜および祝日だったんです。最後の3つ目の共通点は場所。5つの事件で女児が行方不明になっている場所がパチンコ店または公園であり、なんと5つの事件はすべて群馬の県境の半径 10km 圏内で起きていたんです。残念ながらゆかりちゃんの事件を除く4つの事件において女児はすべて河川敷で死体となって発見されているんです。つまり清水さんは17年の間で栃木、群馬の県境の半径 10km 圏内で似た手口の事件が5件起きたことを突き止めたんです。その結果、清水さんはある仮説を立てます。それが連続事件。つまり清水さんはこの5つの事件が全て同一犯による犯行と考えたんです。まあもう当然よねこれね。しかし清水さんの仮説には一つだけ問題があったんです。それが足利事件。実はこの事件の犯人はすでに逮捕されていたんです。足利事件は発生の翌年となる1991年、当時足利市内の幼稚園でバスの運転手をしていた菅谷俊和さんが逮捕されました。よって1991年に逮捕されている菅谷さんは1996年の事件の際すでに刑務所にいることから、この5つの事件が同一犯であることは不可能なんです。この事実を踏まえ清水さんは別の仮説を立てるのではなく真逆の発想をしたんです。それが冤罪説。すでに犯人が逮捕されている足利事件の犯人が嘘と考えたんです。しかしそもそも足利事件の犯人逮捕の決め手となったのは菅谷さんの自白と DNA 型鑑定だったんです。もう DNA の確定じゃないのこっちは。しかしこの事件の裏には不可解な点も隠されていました。そこで清水さんは2つの証拠の真偽を実際に確かめることにしたんです。まずは DNA 型鑑定の検証を行います。清水さんは DNA 型の再鑑定をした結果、なんと DNA 型は一致しなかったんです。一致しないとかありえんの？それが起きてしまった理由は DNA 型鑑定の精度だったんです。この足利事件は日本で初めて DNA が裁判の証拠として採用された事件でした。実は1991年当時の鑑定の精度は現在よりも格段に低いものだったんです。現在では同じ DNA 型鑑定の精度は数兆に1人という天文学的な数字になっているんですが、当時の技術では1000人に1人から2人の確率で DNA 型も血液型も一緒になる可能性があったんです。いや精度低っ。1000人に1人の精度というと現在の日本国内に同じ DNA 型が12万人存在するという制度になるんです。つまり菅谷さんは真犯人の DNA 型と血液型が偶然一致してしまった12万人のうちの1人ということだったんです。そして次に清水さんが確かめたのは菅谷さんの自白なんです。調書によると犯行はマミちゃんをパチンコの駐輪場から自転車を使って連れ出した後、土手から自転車で下って河川敷へ行き、そこでマミちゃんの首を絞めて殺したとあったんです。そこで清水さんは菅谷さんと同じぐらいの身長と体重の記者を使い、実際に調書の通りの動きを検証したんです。その結果時間内に自白したルートを行くことは不可能だったことが明らかになったんです。こうして清水さんは2つの証拠を崩すことに成功。この結果を受け2009年5月足利事件の犯人が冤罪被害者だったことが明らか
らかとなり、17年間無罪の罪で服役していた菅谷さんは釈放されることになったんです。この事件は世紀の冤罪事件として世間でも大きな注目を浴びるだけではなく、同一犯による犯行という清水さんの説が有力視されることになったんです。ではこの5つの事件の犯人は一体誰なのでしょうか。その手がかりとなるキーワードが一つあるんです。それがルパン三世なんです。ルパン三世が犯人ってこと？どういうこと？いやまあ違うんですけど、うん真犯人がね判明したにもかかわらず、なぜこの真犯人は逮捕されなかったのでしょうか。そこには国民を守るために存在するあの組織の裏の顔があったんです。未解決事件の真実。清水さんは真犯人を探すため足利事件の目撃証言者に話を聞きに行きました。その結果、今まで明らかにされることがなかった犯人像が浮かび上がったんです。その犯人像がルパンなんです。目撃者曰く犯人の特徴はすばしっこい男だった。ひょろりとした感じでね、そう漫画のルパン三世、あれにそっくりだったんだよと言います。犯人に関する手がかりを得た清水さんはルパンに似た男を探すため、毎日のように栃木と群馬の県境付近のパチンコ店などで調査を開始。いやすごい執念ねこの人ね。その結果、ついに似ている男を発見し、居所を特定することに成功したんです。清水さんはこの話を群馬県警、栃木県警に話し、ルパン逮捕へ大きな一歩を踏み出したはずだったんです。しかしなぜか警察は一向に動かなかったんです。こうした警察の対応に痺れを切らした清水さんは自らルパンに会いに行くことにしました。そしてルパンの自宅を訪れるなり、こう切り出したんです。18年前の事件について伺いたい。清水さんがそう言うと、ルパンは明らかに狼狽した様子を見せるんです。そこで清水さんは続けて、あの日あなたは足利にいましたよねと切り込みます。これに対してルパンは、あまり覚えていないですと曖昧な回答をしたんです。その後も清水さんの質問に曖昧な答えを繰り返すルパン。次第に回答がブレていきます。そしてついに事件当日、足利にいたことを認めたんです。さらに松田真美ちゃんがいなくなったパチンコ店にいたこと、そして真美ちゃんと会話をしたことまで認めたんです。続けて清水さんはゆかりちゃん事件についても切り出します。太田市内でも女の子が行方不明になっていたんですが、そのパチンコ店には行ったことは？清水さんがこう聞くとルパンは、ああ知ってます、でもあのお店には行ったことないんです、出ないんですよね。まあおかしいですよね。もうね、まるでね一回行ったことあるような言い方なんですよこれ。なぜ12年前の記憶をスラスラと言えるのか。この回答こそがルパンが真犯人という証拠なのではないでしょうか。しかしこれだけではあくまで状況証拠。ルパンを犯人と断定するには至りません。そんな中、清水さんは独自の調査でルパンが犯人だという決定的な証拠を得たんです。その決定的な証拠とは DNA 型です。なんとルパンと犯人の DNA 型を鑑定した結果、完全に一致したんです。かつての DNA 型検査と違い、現在の DNA 型検査は精度が格段に上がっており、その合致確率は100兆人に1人。つまり確率論でいうと、地球の人口はね70億人なんで、真犯人イコールルパンっていうことになるんです。清水さんはこの結果を警察に伝え、これで事件が解決するはずだったんですが、またしても警察は一切動かなかったんです。ルパンが犯人って分かってんのになんで？ここで組織やばいと。実は足利事件の際、ルパンは警察が重要参考人としてマークしていた人物だったんです。しかし菅谷さんと犯人の DNA 型が一致したため、足利事件の捜査は打ち切り、以降ルパンの捜査が行われることはなかったんです。さらにある衝撃の事実が発覚します。実は警察は前々から横山ゆかりちゃん誘拐事件の犯人がルパンだと分かっていた可能性があると言われているんです。それにもかかわらず、当時警察はルパンをゆかりちゃん事件の犯人としなかったんです。実はその裏には警察という組織ならではの理由が隠されていたんです。事件当時にルパンを逮捕しなかった理由は冤罪です。当時菅谷さんが足利事件の犯人として服役している際は、犯行の手口が似ている2つの事件でゆかりちゃん事件の犯人をルパンとすることで足利事件を冤罪と認める可能性があることを恐れていたと言われているんです。つまり警察による事実の隠蔽があったんです。しかしその後足利事件は清水さんの活躍もあり、冤罪が証明されました。それでもなお警察がね隠蔽を続ける理由は一体何なんでしょうか。そこにはね2つのある理由があったんです。それが
プライドです。松田真美ちゃんと横山ゆかりちゃん殺害の犯人が同じならば、足利事件で正しい捜査が行われていれば、ゆかりちゃん事件は起きなかったということになるんです。冤罪を引き起こしただけではなく、正しい捜査が行われなかったことが事件を引き起こしたなどとは絶対に認めたくなかったんです。また、理由はそれだけではありません。この2つ目の理由には、足利事件以上のある冤罪事件の可能性が隠されていたんです。その事件とは、飯塚事件です。この飯塚事件とは、福岡県で起きた2人の女児が殺害された事件なんです。この事件は物証も容疑者の自白もなく、容疑者はずっと無実を訴えていたんです。それにもかかわらず、容疑者は有罪となってしまいます。その証拠となったのが、またしても DNA 型鑑定だったんです。いやいやいや DNA 型精度悪いのに頼りすぎでしょ。いやまあそうなんですよね。このね、飯塚事件っていうのは西の飯塚、東の足利と言われるほどよく似た事件なんです。しかしね、皆さん、なぜこの事件があると再捜査ができなくなると思いますか？実はこの事件の容疑者は死んでいたんです。この事件の容疑者は足利事件を再捜査再鑑定すると決定した2008年10月16日からわずか12日後の10月28日に死刑が執行されてしまっていたんです。よってルパンが犯人であると結論付けることは、警察が当時の DNA 型鑑定に重大な欠陥があったと認めることになってしまうんです。そうすると無実の人間を死刑で死なせてしまった可能性を否定できなくなってしまうんです。つまり再捜査をする、真犯人を検挙すること自体が警察への大失態へとつながってしまうということだったんです。警察はこれら事件の真犯人を隠すことで鑑定の問題を闇に葬ることができる。だからあえてルパンを逮捕しないのではないかと言われているんです。その結果ね、ルパンは今なお刑務所に行かずに普通の生活を送っているんです。そんな理不尽に対して清水さんはこう述べています。何度も何度も報じたぞルパンよ。お前にあの同国は届いたか。お前がどこのドイツか残念だが今は書けない。だがお前の存在だけはここに書き残しておくからな。いいか、逃げ切れるなどとは思うなよ。これはこの凶悪な殺人事件の脅威が現在進行形であることを意味しているんです。私たちは普段住んでいる街中で刑に服することもない殺人犯と日々すれ違っているのかもしれません。